しかし、あの光の中では、恐怖という感情が存在できなかった。IMG、トンネルの先に広がる光。2019年3月、アメリカ、オハイオ州クリーブランドクリニック、その手術室で、私の心臓は止まった。モニターのアラームが鳴った。遠くで、誰かが叫んだ。それから、何も聞こえなくなった。静寂。完全な、静寂。私はその瞬間を、今でも鮮明に覚えている。痛みはなかった。恐怖も、なかった。ただ、音が消えた。病院の匂いが消えた。自分の体の重さが、消えた。私はその時、34歳の心臓外科医だった。名前はドレイク・アレン。患者として手術台に横たわっていた。医師が患者になる瞬間、それがどれほど奇妙な感覚か、言葉にするのは難しい。だが、その奇妙さを感じる間もなかった。意識は、唐突に途切れた。17分間。後から記録で知った数字だ。医療チームが蘇生処置を続けた。17分間。その間、私の心臓は動いていなかった。脳への血流は、ゼロだった。臨床的には、私は死んでいた。医師としての私は、その事実をよく理解している。心停止後4分で脳細胞は壊死し始める。17分は、通常では戻れない時間だ。生還率は、ほぼない。数字は、冷酷にそう告げる。それでも私は、戻ってきた。そして、あの17分の間に見たものを、今も忘れることができない。なぜ私が手術台に寝かされていたのか。あの朝、何が起きたのか。話はもう少し前から始まる。IMG、薄暗い手術室。一つだけ光るムカゲ灯。静止したモニター画面。IMG、穏やかな朝の光が差し込むキッチン。コーヒーカップを手に持つ人物の後ろ姿。2019年3月。アメリカ、オハイオ州クリーブランドの病院で働く。一人の心臓外科医の話だ。その朝、私はいつも通り、6時に目を覚ました。アラームが鳴る前に、目が開いた。長年の習慣だった。窓の外は、まだ薄暗かった。3月のオハイオは、冬の名残を引きずっている。灰色の空、乾いた冷気。私はコーヒーを入れた。豆をひく音が、静かなキッチンに響いた。IMG、白衣を羽織る医師。病院の廊下を歩く情景。その日は、特別な手術の予定はなかった。外来診察が、午前中に3件。午後は、カンファレンスが1つ。それだけだった。15年間、心臓外科医として働いてきた。人の胸を開き、心臓に触れることが、私の仕事だった。死と隣り合わせの現場に、私はいつもいた。ただし、患者として、ではなく、IMG、病院の廊下、忙しく行き交うスタッフたち。午前の診察を終えたのは、12時を少し回った頃だった。昼食は、売店で買ったサンドイッチ。廊下のベンチに腰を下ろし、電子カルテを確認しながら食べた。何も、おかしくはなかった。体に異変を感じたのは、午後1時過ぎのことだ。カンファレンス室に向かう廊下で、胸に、鈍い圧迫感を覚えた。立ち止まった。息を吸う。また、歩き出す。医師である私は、その感覚を、すぐに分析しようとした。疲労か、ストレスか、前日の睡眠不足か、いくらでも、理由は考えられた。IMG、廊下で胸を押さえ、壁に手をつく人物。それが、判断ミスだった。次の瞬間、視界が白く、滲んだ。足の力が、抜けた。私の体は、ゆっくりと、床に崩れ落ちた。冷たい廊下の感触だけが、一瞬、残った。そして、何もかもが、消えた。IMG、緊急搬送、駆け寄る医療スタッフたち。同僚が私を発見したのは、倒れてから、わずか2分後だという。そこは病院の廊下だった。最良の場所で、倒れた。それでも、
私の心臓は止まっていた。あの平凡な蝶が最後の普通の朝になるとは思いもしなかった。コーヒーの香り、灰色の空、廊下のベンチ、すべてが今も鮮やかに蘇る。失うと分かっていれば、もう少し丁寧に生きていたかもしれない。そして次の瞬間、私は自分の体の外にいた。静寂だった。音が消えた。廊下の雑音も、モニターの電子音も、同僚の叫び声も、すべてが一瞬で遮断された。まるで誰かが世界のスイッチを切ったかのように、痛みはなかった。それが最初に気づいたことだ。倒れる直前、胸の中心を何かが掴むような感覚があった。だが次の瞬間には、もう何も感じなかった。体が軽かった。あまりにも不自然なほど軽かった。IMG、天井から見下ろす視点、白い病院の廊下、床に倒れた人物。気づいたとき、私は天井にいた。正確に言えば、天井付近の空間にいた。浮いているという感覚さえなかった。ただ、そこにあった。視点だけが、そこに下を見た白衣の人間が数人床にひざまずいていた。その中心に誰かが倒れている。制服が見えた。私と同じ白い上着。顔は見えなかった。だが、わかった。あれが私だ。と、奇妙な感覚だった。恐怖ではなく、驚きでもなく、ただ、静かな確認。自分の体を他人の荷物を見るように眺めていた。同僚の声が聞こえた。脈がない。始めろ。その声はくぐもっていた。水の中から聞こえるような遠い響き。だが言葉ははっきりと聞き取れた。誰が何を叫んでいるか、誰がどこに走っていくか、すべてが見えていた。見えていた。というより、知覚されていた。目がないのに、見えていた。胸骨圧迫が始まった。自分の胸が押されるたびに、床の体が揺れた。それを、私は、上から、ただ、見ていた。あの体の中に戻りたいとも、逃げ出したいとも、思わなかった。感情そのものが、どこか遠くに置いてきたように、なかった。時間の感覚も、消えていた。1秒が1時間にも、1時間が1秒にも感じられた。いや、感じる。という行為自体が、もうそこにはなかったのかもしれない。存在していた。ただ、存在していた。それだけだった。その時、気づいた。光があった。廊下の蛍光灯ではない。壁の奥から、あるいは、空間そのものの向こうから、滲み出るような、静かな、光。それは、私を、呼んでいた。声ではなく、言葉でもなく、ただ、引力のように、私は、その光の方へ、向かっていた。パート3へ。光は、遠くなかった。最初から、すぐそこに、あった。距離という概念は、もうそこには存在しなかった。近い、遠い、そういった尺度が、静かに溶けていた。IMG。白く柔らかな光が空間全体に広がる映像。霧のような、ぬくもりのある輝き。温度があった。熱くはない。冷たくもない。春の朝、布団の中で目が覚める。あの瞬間の温度、肌に触れているのに、触れていない。そんな、矛盾した感覚、音は、なかった。救急室の怒号も、モニターの警告音も、何もかもが、遠い過去の話になっていた。代わりにあったのは、静寂ではなく、充満、だった。空間そのものが、何かで満たされていた。名前のない、何かで、私は、進んでいた。歩いていたのか、飛んでいたのか、それすらわからない。ただ、光に向かって、近づいていた。恐怖は、一切なかった。それが、一番不思議だった。死の瞬間に人は恐怖する、と思っていた。医師として、何度もその場面を見てきた。
しかし、あの光の中では、恐怖という感情が存在できなかった。IMG、トンネルの先に広がる光、淡い金色と白が混ざり合う空間。その時、見えた、人影があった。輪郭からわかった。すぐに、3年前に言った。父だった。白髪は消えていた。背筋が伸びていた。病院のベッドで縮んでいった。あの姿ではなく、私が子供の頃に見上げていた大きな父がそこに立っていた。父は笑っていた。声は聞こえなかった。口も動いていなかった。それでも伝わってきた。言葉より確かに何かが流れ込んできた。まだだ。と、お前の場所はここではない。と、涙が出た。泣いているという感覚すらなかったのに、何かが溢れていた。悲しみではない。懐かしさでもない。ただ、満たされていた。長い渇きが、ようやく癒えるような、あの感覚。父の輪郭が、光に溶け始めた。手を伸ばそうとした。届かなかった。いや、届かせてはいけない。と、何かが告げていた。光が、変わった。柔らかかった光が、わずかに、揺れた。境界が、生まれようとしていた。向こう側と、こちら側の、境界が、私は、その円に、立っていた。パート4へ続く。IMG、霧の中に浮かぶ古い石橋。橋の向こうは白い光に消えている。人影はなく、風だけが動いている。円に、立っていた。向こう側は、静かだった。音がない。時間がない。ただ、白い光が、地平線の果てまで続いていた。橋があった。古い石造りの橋。苔が生え、欄干は低く、川は見えなかった。霧か、光か、その境目が溶けて、そこは見えなかった。渡ろうとは、思わなかった。渡れない、と、全身が知っていた。足が、動かない。恐怖ではなかった。痛みでも、悲しみでもなかった。ただ、静止していた。まるで世界そのものが、息を止めているような、あの重さ。その時、何かが届いた。声ではない。言葉でもない。強いて言えば、圧力。胸の奥を、まっすぐに押してくるような、確かな力。戻れ。それだけだった。理由も、説明も、何もなかった。ただ、戻れ。その一点だけが、揺るぎなく、そこにあった。私は、動けなかった。向こう側には、父がいた。光の中に、消えかけていた。手を伸ばせば、届くような気がした。届かせてはいけない。とも、知っていた。その時、顔が、浮かんだ。娘の顔だった。まだ7歳の、小さな娘。朝、出勤する私の背中を、玄関から見送っていた。あの日の、あの顔。パパ、また帰ってきてね。確かに、言っていた。続いて、妻の顔。病室で泣いているのが、わかった。見えているわけではなかった。感じていた。泣き声が聞こえないのに、涙が流れているのが、わかった。私は、まだ終わっていない。論文がある。学会発表がある。来月、娘の誕生日がある。患者が、待っている。廊下に、名前を呼ばれ続けている誰かが、いる。円が、震えた。光が、揺れた。橋の輪郭が、ぼやけた。向こう側が、遠くなり始めた。近づいたわけではない。ただ、こちら側が、重くなった。現実の重力が、私を引き戻そうとしていた。父の姿が、薄れた。ごめん、と思った。もう少しだけ、待っていてほしい。と、そう伝えられたかどうか、わからない。ただ、光の中で、父の輪郭が、静かに、うなずいたように見えた。その瞬間、何かが引けた。走馬灯、という言葉がある。しかし、それは違った。流れるのではない。すべてが、一度に、押し寄せてきた。生まれた日から、あの朝まで、
すべての記憶が同時に光を放っていた。IMG。光の中に無数の記憶の断片が浮かぶ。幼い子供の笑顔、結婚式、病院の廊下、夜明けの空。それは走馬灯ではなかった。走馬灯というのは流れるものだ。時間の順に記憶が通り過ぎていく。そういうものだと私も思っていた。違った。すべてが同時に来た。IMG。無数の光の粒が一瞬で広がる映像。幼い頃の夏の朝、母の手のぬくもり、初めて自転車に乗れた日の風の感触、医学部の入試に合格した夜、父が泣いていた。あの涙の意味を私はずっと分かっていなかった。今、分かった。誇りではなかった。安堵だった。この子は生きていける。そう思って泣いていたのだと、記憶は続いた。研修医の頃、救えなかった患者がいた。23歳の女性。名前は覚えている。今もずっとあの夜、処置室を出た私は、廊下で壁に額を押し当てた。誰にも見せなかった。ただ、壁だけが知っていた。その記憶が光を放っていた。IMG。薄暗い廊下。一人の医師の背中。驚いたのは、そこからだ。自分の記憶を見ているのではなかった。相手の側から見えていた。研修医の頃、些細なことで叱責した後輩がいた。廊下で、すれ違いざまに言い放った一言。私には、もう忘れかけていた言葉だった。その後輩が、夜、一人で泣いていた。見えてしまった。私の言葉が、その人の夜に、どれほど深く刺さっていたか。私は何も知らなかった。知ろうともしなかった。記憶は容赦がなかった。逆もあった。ある患者の娘に短く声をかけたことがあった。廊下でほんの数秒、ただ、よく頑張っていますね、と言っただけだ。それだけのことを相手がどれほど長く胸の中に持ち続けたか。見えた。忘れていた善意が光になっていた。忘れていた傷が影になっていた。どちらも確かにこの世界のどこかに残っていた。IMG。光と影が交差する抽象的な空間。これが人生の重さかと思った。言葉には行き先がある。行動には続きがある。自分の意識が届かなくなった後も、それは誰かの中で静かに生き続ける。私は医師として多くの命に触れてきた。しかし、自分がどれほどの痕跡を残してきたか考えたことはなかった。今、すべてが見えていた。裁かれている感覚はなかった。ただ、示されていた。あなたはこう生きた。と、それだけだった。静かな確認だった。光はまだそこにあった。暖かく、揺れずに、そしてその光の円から、かすかに何かが引き戻そうとしていた。まだ終わりではない。そう告げるように、パート6へ続く。IMG。蘇生の瞬間、眩しい手術室の照明が視界を白く染める。引き戻される感覚があった。光の円から、静かに、しかし確実に、抗えなかった。あの暖かさの中に、もう少しだけいたかった。それでも、何かが引いていた。糸のように、細く、強く、音が、戻ってきた。最初は低いうなりだった。それが次第に、はっきりした形をとっていった。機械音、モニターのアラート、そして、人の声、戻ってきた。誰かがそう言った。震えていた。目を開けた瞬間、光が刺さった。手術室の照明は、あちらの光とは違った。冷たく、白く、容赦がなかった。思わず目を細めた。まぶたが重かった。全身が、鉛のように沈んでいた。痛みが来た。胸の中心から、波のように広がる。鈍い灼熱感、除細動器の跡だと、後になって知った。皮膚が焼けていた。肺が、燃えるように膨らんだ。呼吸をするたびに、
肋骨がきしんだ。あちらには、痛みがなかった。それを思い知った瞬間、奇妙な悲しみがこみ上げた。戻りたくなかった。という感情は、今でも正直に言える。あの静けさを手放すのが、惜しかった。IMG、涙をこらえる医療スタッフ。処置室のドア越しに待つ家族。医療スタッフの一人が、泣いていた。声を殺して、顔を背けて、プロとして振る舞おうとしながら、肩が小刻みに揺れていた。17分という時間が、彼らにとって何を意味したのか、その姿が語っていた。扉の外に、妻がいた。顔を見た瞬間、言葉が出なかった。彼女の目は、泣き腫れていた。それでも笑おうとしていた。無理に、必死に、その表情が、すべてを教えてくれた。私がどれほど遠くへ行っていたかを、あちらの世界は、静かだった。こちらの世界は、音と痛みと涙に満ちていた。その対比が、あまりにも鮮烈だった。どちらが現実なのか、一瞬、本気でわからなくなった。ただ、確かなことが一つあった。私は、帰ってきた。理由があって、戻された。あの光の縁で感じた。まだ終わりではない。という感覚は、錯覚ではなかったと、今は思っている。17分の間に見たものが、私を変えた。それは、死への恐怖ではなかった。生き方への問いだった。あの体験の後、私の日常は静かに、しかし確実に変わっていくことになる。IMG、病室の窓から差し込む朝の光、点滴につながれた手。あの朝、目が覚めた瞬間から、何かが違っていた。病室の天井、点滴の音、窓から差し込む、薄い光、同じ景色のはずだった。それなのに、すべてが、以前とは異なる重さを持っていた。死への恐怖が、消えていた。これが最初に気づいた変化だ。医師という職業柄、死は身近にある。患者を見とるたびに、自分の終わりを、どこかで意識していた。その緊張が、あの17分の後、跡形もなく消えた。恐怖ではなく、静けさがそこにあった。次に気づいたのは、物への感覚の変化だ。退院後、自宅に戻ると、棚に並んだ時計や置物が、妙に遠く見えた。以前はこだわっていたものたちが、今は薄い影のように見える。大切なのは、そこではない。そう体が、知っていた。もっと不思議だったのは、人の感情が、見えるようになったことだ。言葉ではない。表情でもない。ただ近くにいるだけで、その人が抱えているものが、じわりと伝わってくる。悲しみ、疲れ、隠された痛み、まるで薄い膜が一枚、剥がれたように、他者の内側が届くようになっていた。これを、同僚に話した。ある夜、信頼していた同期の医師に、あの体験を打ち明けた。彼は黙って聞いていた。そして、穏やかに言った。低酸素による幻覚だよ。脳が見せる映像は、リアルに感じるものだから、規定ではなかった。ただ、届かなかった。家族も同じだった。妻は心配してくれた。だが、あの光の話をすると、そっと話題を変えた。子供たちは黙った。皆、私を気遣っていた。それは確かだ。それでも、あの場所の温度を、言葉で伝えることは、できなかった。信じてもらえないことを、責める気にはなれない。私自身が医師だ。証拠のない話を、簡単に受け入れる訓練を、長年積んできた。だから、彼らの反応は正しい。正しいのに、どこかに、孤独があった。体験した者だけが知る。静かな孤立。あれは夢ではない。確信は今も揺らいでいない。ただその確信を証明する言葉を私はまだ持っていない。科学はどこまで答えられるのか、あの光を数式で表すことはできるのだろうか。科学は正直だ。わかることをわかるという。わからないことをわからないという。その誠実さを私は尊敬している。では、科学は何というのか、
心停止中に起きる意識体験。医学はこれを臨死体験と呼ぶ。原因として挙げられる仮説は主に3つある。1つ目、酸素欠乏による脳の誤作動。血流が止まると神経細胞は無秩序に発火し始める。それが光や映像として知覚されるという説だ。2つ目、エンドルフィンやセロトニンなど神経伝達物質の急激な放出。極度のストレス下で脳は自ら幻覚を生成するとも言われている。3つ目、側頭葉の異常興奮。この部位への刺激が存在と一体になる感覚や光のトンネルを作り出すという研究も存在する。どれも規定できない。私は医師だ。これらの説を読むたびにそうかもしれないと思う部分は確かにある。だが、一つだけどうしても説明がつかないことがある。2001年、オランダの心臓専門医キム・ファン・ロンメルが医学誌ランセットに発表した研究がある。344人の心停止患者を追跡した大規模な調査だ。その中にこんな事例があった。ある患者が心停止から蘇生した後、こう言った。私の入れ歯を引き出しに入れましたよね。看護師が、処置室の看護師は凍りついた。その通りだったからだ。患者の脳が完全に停止していた時間に、入れ歯は確かに引き出しに収められていた。脳波はゼロだった。意識はないはずだった。それでも、彼は見ていた。私自身の体験にも似たことがある。あの17分の間、私は手術室の天井付近から自分の体を見下ろしていた。医療チームの会話が聞こえた。誰かが、リドカイン追加、と言った。誰かが機材の名前を呼んだ。目が覚めた後、私はその言葉をそのまま口にした。チームは、黙った。それが聞こえるはずの位置に、私の耳はなかった。科学は言う。脳は最後の瞬間まで、断片的に機能する可能性がある。と、それも、否定しない。ただ、わからないのだ。あの光の質感を数式に置き換える方法が、あの静けさの意味を神経伝達物質で割り切る方法が、判断はあなたに委ねる。ただ、次に語ることがある。あの体験が私に残した、ある言葉について、それは帰還した者だけが受け取る静かなメッセージだった。IMG、暗い手術室の天井から見下ろした視点、かすかな光が差し込む。あの体験が私に残したのは映像でも声でもなかった。言葉だった。音としての言葉ではない。意味が直接流れ込んでくるような、そういう伝わり方だった。その内容を私はここで明かした。科学者として躊躇しながら、それでも黙っていることができなかった。帰ってきた者には義務がある。そう感じた。あの光の場所で私が受け取ったメッセージは恐ろしいものでも崇高なものでもなかった。ただ静かだった。あなたは今日誰かを見ましたか？それだけだった。見るというのは目ではない。その人がそこにいることをちゃんと認めること。私たちは毎日多くの人のそばを通り過ぎる。言葉を交わす。笑いかける。それでも本当に見ている瞬間は一日に何度あるだろう。17分間私の心臓は止まっていた。その間誰かが私の胸を押し続けた。諦めずにただ押し続けた。私が戻ってこられたのはその人が私を見ていたからだ。数値ではなく人間として医師になって30年近くが経つ。私はどれだけの患者を本当に見てきただろう。あの体験の後、私の診察は変わった。派手な変化ではない。ただ、少し長く、相手の目を見るようになった。それだけだ。あなたは今日、一人でいい。誰かを見ましたか？光の中に答えはなかった。
答えは、戻ってきた先に、あった。ここに、あなたのいる、この場所に。